最強の360度カメラ Insta360X4 が X5 にモデルチェンジしました。X4 で弱かった部分が改善されて、なおかつ初心者の方にも非常に使いやすいカメラに仕上がっています。今日はこのカメラを詳しく紹介したいと思います。で、今回のメニューとしては、まず360度カメラがどんなカメラなのかという点について、そして外観やスペックなどを確認しつつ、X4 からどんな点が改良されているのか、ハード面、ソフト面、両方お見せしたいと思います。で、編集作業自体も非常に楽に楽しくできるようになりましたので、その編集の様子もお見せしたいと思います。で、サンプル映像もたっぷり撮ってきましたので、そちらもお見せします。で、最後に私なりの感想もお話しできればと思います。今回の動画を見ていただければ、初めて360度カメラを買おうかなっていう方とか、今までも使ってるけど何が良くなったのか知りたいっていう方によく分かっていただけるのではないかと思います。では最後までぜひご覧ください。で、まずはこの360度カメラとはどんなカメラなのかという点なんですが、この映像を見ていただいたら分かるように前後にカメラが搭載されています。で、デメキンのようにね、出っ張った非常に広角に映るレンズが搭載されています。それによって前後左右上下もうすべての360度の方向を余すところなく撮影することができるようになっています。で、それを撮ってからそれを編集ソフトの中で一つの映像として好きなアングルとか画角で切り出すことができます。その作業が楽しくもあり面倒な作業でもあったんですが、今回その面倒くささがかなり緩和されています。そしてこの360度カメラで忘れてはいけないのがこの消える自撮り棒になります。これはですね、撮影した2つの映像をコンピューターでつなぎ合わせるときに、このカメラの厚み分は消えるように処理されます。そうすることで撮影した映像からはこのセルフィースティックとかカメラが見えなくなります。ただ影はね、こういう風に映ってしまいます。でも映像からはほぼ消えてしまうので、初めて見た方はね、結構皆さん驚かれますね。では次にカメラ本体とかスペックを見てみたいと思います。今回提供していただいたのはエッセンシャルバンドルというものになります。これはですね、本体以外にスペアバッテリーとかレンズガード、そしてソフトポーチ、セルフィースティック、そしてそれらを収納して運ぶことのできるキャリングケースがついてきます。で、外観上の違いなんですが、このロゴが入っている部分のデザインが大きく変わっています。ただしそれ以外はあまり大きな変更もなく、厚みとか大きさ、ほとんど変更ないですね。液晶も同じような大きさになっています。で、重さはですね、旧型が 204g、新型は 201g となっています。外観の変更は最小限なんですけど、中身は大幅に刷新されています。まずはカメラで一番大事なセンサーが大型化されています。今までは2分の1インチというものだったんですが、今回から 1.28 分の1インチというもので 144% 大型化しています。エースプロが 1.3 分の1インチなので、それよりも少し大きいものになります。で、今度それを処理するチップもトリプル AI チップというものになって 1.4 倍演算速度が速くなっています。8K の映像、かなり重たいものを扱いますので、この辺は性能に直結してますよね。後ほどサンプル映像でたっぷりお見せしますが、昼間の映像で比較しても確実に画質は良くなっています。そして夜の映像はもう見違えるほど違いが出ています。もうまさに360度カメラ版 ACE Pro という仕上がりになっています。そしてそれ以外の変更点としては、Active HDR が 5.7K60 フレームまで対応するようになりました。そして 4K は100から 120fps に変更されています。で、それ以外の撮影できるフレームレートや解像度、写真の解像度などの変更はありません。で、今回バッテリーも大型化されていて、2400mAh になっています。それによって185分撮影ができるようになりました。ちなみに X3 は81分、XO は135分ということです。実験室内でのデータにはなるんですが、実際の撮影においてもかなり長く使えるようになっています。充電も今回から急速充電に対応するようになって、わずか20分で 80% 充電できるようになっています。次にですね、2つ目の大幅な改善点。これもね、嬉しいポイントなんですが、レンズが改善されています。360度カメラはこんな感じでレンズが飛び出してますので、落っことしたりすると、まずレンズがね、着地するんですよね。どこかに置くときなんかも結構気を使うんですよね。ただこれがですね、結構硬いレンズで、私も何度か落っことしたりしてるんですけど、傷はついてはいるものの割れたりということは今までありませんでした。で、今回はこのレンズの耐久性が X4 に比べて2倍に
なっているとのことです。より傷つきにくく割れにくくなっています。さらに今回このレンズ交換キットというものが発売されました。5280円なんですが、これを使うとまるで普通のアクションカメラのように傷ついたレンズを交換することができるようになります。今までは自分で交換ができなかったので、こういったレンズガードをつけざるを得なかったんですよね。ただ画質に影響があるのでなるべくつけたくはないんですけど、どうしても傷つけたくないときはこれを使わざるを得なかったんですけど、今回からはもう傷ついたら自分で交換できるわけですね。非常に大きい改善点ですよね。で今回インスタ360さんからのリクエストで、レンズがどのぐらい強くなったのか試してみたりしつつ、交換キットで新品に変えてみてくださいということだったので、ちょっと普段は大事にする方なんで心が痛んだんですけど、こんな感じでガリガリしたりハンマーで殴ってみたりしてみました。ただですね、かなり本当に丈夫で、傷はもちろんつくんですけど割れたりということはなかったですね。とはいえこうなってしまうともうこのカメラでは撮影ができないので修理に出さざるを得なかったんですけど、今回からはこういう時に自分で交換ができるようになりました。で実際やってみたんですが、まずはこの工具を使ってレンズを押さえているリングを外します。回せば外せます。で次にヘラで損傷したレンズを持ち上げます。ポコッと外れます。結構ね傷ついてますよね。で、ホコリをしっかり取ります。クリーニングクロスなどもついてるんですが、あと湿度も 60% 以下で作業するようにとあります。で新しいレンズを置いて、でそこに今度またリングを置いて締め込みます。で吸盤を外せばこれで交換は終了です。ほんの数分でね交換することができます。そもそもアクションカメラなので傷つく可能性のある使い方をすることも多いと思うんですけど、これは本当に嬉しい変更点ですね。他にも改良点がたくさんあるのでいくつか紹介したいと思いますが、例えば防水性能は X4 の10メートルから15メートルに向上しています。ただし水中では光の屈折率が異なるので、360度カメラの性能をフルに発揮するにはアクセサリーの防水ハウジングの使用が推奨されています。でさらに外観で特徴的なのがここなんですが、スチールメッシュウィンドガードという新しいウィンドガードが搭載されています。でこれプラスアルゴリズムも改善されて、風切り音をしっかりと低減しつつ人の音声をクリアに拾えるようになりました。さらに近々インスタ360純正のワイヤレスマイクも発売されるようです。これも非常に楽しみですね。でこのカメラの下の部分なんですけど、今まではこういう風に4分の1インチの三脚ネジしかなかったんですよね。だからくるくるこう回して取り付けるしかなかったんですけど、ここにですね Ace Pro 2と同じマグネットと爪を併用したマウントが搭載されました。Ace Pro 使っている方はワンタッチで付け替えることできますし、そもそもこの回すのがね結構不安定で、本当ねバイクに乗って手がかじかんでる時なんか、それで私も落っことしちゃったんですけど、この回すっていうのがねなかなか面倒な作業なんですけど、これで一発で脱着できるようになりました。そして今まで通りジェスチャーとか音声でも制御ができるんですが、ツイスト制御というのが追加されて、自撮り棒を左右にひねることによって撮影を開始したり停止したりすることもできるようになりました。でリモコンで操作した場合は音声フィードバックもできるようになっています。でここまではハード面での主な変更点なんですが、次にソフトウェア面になります。まずですね、インスタフレームというモードが搭載されました。今まで通りシングルレンズモードっていうのを撮影できるんですけど、このシングルレンズモードっていうのはもうカメラが向いている方を普通のアクションカメラのように撮影するモードだったんですね。しかもそのシングルレンズモードで撮った映像しか残らなかったんですけど、このインスタフレームモードっていうのを使うと360度映像と普通のシングルレンズモードで撮ったような映像を同時に記録することができます。しかもその編集の不要な方も撮る前にあらかじめその撮るアングルを自由に選ぶことができるようになっています。簡単に言うと360度モードとシングルレンズモードとミーモードが合体したようなモードが搭載されました。なのでそのメリットとしては、まず編集の必要のない映像をすぐに誰かにシェアしたりとか、後でゆっくり時間のある時に360度映像を編集するという、そういった楽しみも残すことができます。
じゃあ次に大幅に改善されたアプリについてちょっと見てみたいと思いますが、まずこの接続した時に表示されるアルバムビューが改善されています。以前は丸いもので若干見にくかったんですけど、これが四角い普通の表示になって被写体人物がより強調されますので、どういうシーンか見つけやすくなりました。肝心の編集なんですが、今までは基本的にはキーフレームというのを使う必要がありました。映像の何秒の時点でどういうアングル、どういう画角にするかっていうのをこういう感じで選びながらこのキーフレームというのを打っていく必要があったんですね。で今回のバージョンアップでそれがかなり簡単になりました。いくつか編集方法が用意されているんですが、キーフレームの代わりにもうあらかじめ用意されている前方ビューとか自撮りビューとか、あと AI が選んだアングルなんかもあるんですけど、そういったものを自動で選択し続けてくれるようなモードが搭載されました。でもっと直感的にこのクイック編集っていうのではスマホを動かすことによってアングルを調整できるようになっています。普通に撮影するときこんな感じでカメラを動かすと思うんですけど、それを撮った映像に対してできるようになっています。でそれもめんどくさいっていう人にはもう完全に自動で編集してくれるモードもついています。これはもう色味を変更したり音楽をつけたりとかそういったことも全てやってくれます。さらに複数クリップを選んでおいて一つの動画にまとめてくれる機能もついています。これも AI 任せで全部自動で作ることもできるようになっています。で出かけた先で撮影をして、お昼休みとか、そういった休憩の時なんかに動画をどんどん書き出してそれを SNS にアップしたり友人にシェアしたりということも非常に簡単にできるようになりました。そしてこの超広角レンズ特有の歪みを解消してくれるデワープというモードも搭載されています。でパソコン版にはそういった自動編集的な機能はあんまりないんですけど、大きな画面でより本格的な、キーフレームを細かく打ちながらアングルとかを選んでいくようなそういった編集ができるようになっています。で最近のカメラは自動追跡の機能とかよくついてますけど、360度カメラも360度全て撮っているので、撮った後からこういうふうに被写体を自動追跡していって、でそれに合わせてどんどんアングルも今切り替わっていってるんですが、こういった半自動での編集もできるようになっています。で通常のカメラであればもう撮り直しが効かないので、後でもっとこういうアングル撮っとけばよかったみたいなことありますけど、もう360度カメラっていうのは全て撮ってますので、後から自分の見たいアングルを選び出すことができるっていう意味ではもうタイムマシンのようなカメラとも言えます。でさらにですね、今回のこの X5 の購入特典として7月21日までに X5 購入してアクティベートすると200ギガのクラウドサービスが無料で6ヶ月間使えるようになっています。これ Wi-Fi 経由でデータをアップロードしてそれを他の人とシェアしたりとか、自分で他の端末で編集したり書き出しがしたりという、そんなことができる非常に便利なサービスになっています。では次にですね、いろんなサンプル映像もお見せしたいと思います。X5 の映像と X4 も比較でいくつか撮ってきましたので、それもお見せしたいと思います。でまずは車での映像でドライブ動画のような感じになるんですが、やっぱり車でいろいろ撮影したいって思われる方多いと思うんですけど、通常アクションカメラで撮るとこういう感じで前向きに固定したりとか、自分をずっと映し続けていたりとか、ちょっと単調になりがちなんですけど、360度カメラを使うと後からいろんなパターンの映像を作り出すことができます。これもただカメラを手に持ってガソリンを入れてるだけなんですけど、いろんな方向でこういうふうに切り出すことができます。前方に吸盤でちょっとつけてるんですけど、そんな伸ばしたりはしてないんですけど、ほぼほぼ全体を映し込んだりとか、後ろから撮るとこんな感じの映像も撮れます。むちゃくちゃ綺麗ですよね。でうちの奥さんにちょっと自撮り棒を伸ばしてもらって、トランクの上ぐらいまでなんですけど、編集次第ではこんな感じで後ろの方からドローンで撮ってるようにしたり、上から撮ってるような映像にもすることができます。編集いろいろできてね、本当面白いです。で全く同じ条件 8K で撮った映像を X4 とちょっと比較してるんですけど、左が X5 右が X4 です。でちょっと止めてみてもですね、明らかにもう精細感も違いますし、コントラストとか色合いもね自然になってますしね、もう全体に画質が向上してますよね。でどちらも 8K30 の映像で同じ編集ソフトで同じ設定で書き出したものなんですけど、結構違いますよね。
で、次は自転車に乗りながらです。自転車にもいろいろ取り付けするアクセサリーが出てるんですけど、それらをうまく活用すると、やはりまるで他の人が撮っているような映像を撮ることができます。通常のアクションカメラっていうのはハンドルにつけたりとか、胸につけたり、頭につけたりとかってことで、一人称視点のような映像が多くなってしまうかと思うんですけど、例えばこれ後ろに自撮り棒を少し伸ばして撮影しているんですが、まるで後ろから誰かに撮ってもらっているような映像にすることができます。で、そこからぐるーっと回って後ろを撮ったりとか、横を走っている家族を映したりとか、そんなことも編集次第でどうにでもなってしまいます。で、自転車の映像も少し比較してみたんですが、X4 も日中はね、結構綺麗だと思ってたんですけど、やっぱり比べてみると X5 の方が全体的に綺麗な感じがしますよね。動きのない映像だとそんなに差を感じないんですけど、ひとたび動き出すとやっぱりプロセッサーがトリプルチップになって高速化したのとかがね、明らかに効果が出てますね。で、次はですね、子供と一緒に遊園地に行った時の映像になります。こんな感じで自撮り棒の先につけて、本当に録画ボタンを押して撮影しただけなんですが、これはですね、自動編集で書き出された映像になります。通常のカメラだと、カメラを向けた方しか撮影できないので、撮り損ない失敗したりするってことが結構あると思うんですけど、このカメラ本当に全ての方向を撮っているので、録画ボタンさえ押しておけば、後でこんな感じでいかようにでも映像を切り出すことができます。子供と一緒に遊んでる時なんかその難しい撮影なんかできないと思うんですけど、そういう時にも非常に役に立ちます。次はスキー場での映像なんですけど、これまだ X5 が届く前の X4 の映像なので、ちょっと画質は違うんですけど、どんな映像が撮れるかっていうので、参考程度に見ていただければと思います。で、こんな感じの映像とか、スキー、スノーボードをしている時の映像なんかもそうなんですけど、本当これストックの先につけて勝手に撮ってるだけなんですけど、後からどうにでも編集できるので、こんな感じのドローンで撮ってるような映像にもできます。ちなみに普通のアクションカメラでも撮影しているんですが、そうするとこんな感じの映像になります。次はですね、夜の街を X5 を持って少し歩いてみた様子になります。かなり暗所性能が上がっています。で、これはですね、X4 で走りながら撮った映像なんですが、見てわかるように、やっぱりちょっとノイズが出てたりとか、ブレーが出てたりとかして、ちょっとあんまり夜は綺麗ではなかったんですけど、今回はそこがね、大幅に改善されています。で、アクションカメラの S Pro とか S Pro 2などと同じピュアビデオモードというものが新しく搭載されたんですが、こんな感じで普通に持って歩いても本当にブレもないですし、光のにじみとかもない。で、さらに映像自体がかなり明るくなってますよね。普通に夜の街を持って歩いて撮影してもこのぐらいの映像を撮ることができるようになっています。ちょっと薄暗いラーメン屋さんとか、こういった室内も綺麗に撮影できます。という感じでしたが、いかがだったでしょうか。最後に私なりの感想を少しお話したいと思うんですが、やはり360度カメラというと、そこまで知名度も高くなくて、初めて聞く方もね、ちょっととっつきにくいかなって感じる部分があったかと思うんですが、今回はそういった部分がかなり払拭されています。それでいてガンガン使う人にも嬉しい改善もされてますし、カメラの基本性能もかなり上がっています。本当に海に山に、そしてもう夏でも冬でも街でももうどこでもいつでも使えるようなカメラに仕上がっているんではないかと思います。夜の映像もね、すごく綺麗になってますので、普通の Vlog カメラ的な使い方にもバッチリだと思います。このカメラに関する詳しい情報は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそこをご覧ください。今回のこの X5 の発売を記念して、当チャンネルの視聴者さん限定で、数量限定にはなるんですが、特典をお付けすることもできます。概要欄にあるリンクから購入していただいた場合に限ってその特典をお付けすることができますので、購入される方はぜひリンクも活用していただければと思います。で、次回は初めて360度カメラを購入された方とか、購入を考えておられる方、そういった初心者の方向けのチュートリアル動画のようなものも作ろうと思っています。また今回の X5 の発売に合わせていろいろアクセサリーも出てますので、そういったアクセサリーを紹介する動画も作りたいと思っています。ぜひお楽しみに。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。